皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。日本の地上波ニュースにおいては、ウクライナ情勢細かな点についてはほとんど報じてくれなくなりました。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。全体を把握するために戦争研究所の発表している地図を引用します。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、水色の部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。全体の戦況としては、クルスクにおける戦いではウクライナ優勢、東部戦線においては逆にウクライナ軍が苦戦しているという状況です。前回の動画で解説した東部戦線へのウクライナ軍の援軍、その規模について報道がされ、それなりのまとまった数であることが分かりました。地域の戦況マップを用いて、そのことについては後に解説します。次に、ウクライナ軍の遠距離攻撃、ドローンを用いた弾薬庫に対する攻撃が成功しました。ウクライナ国境から120キロ遠方、ボロネジにある弾薬庫が大爆発を起こしています。ウクライナ国境に近いロシア軍施設にはまだまだ兵器や弾薬の集積庫があるようです。そして、ウクライナに対する軍事支援、ドイツのラムシュタインで国際会合が開かれています。アメリカの軍事支援、その詳細について報道がありました。アメリカによるウクライナ支援、今回は350億円相当です。主だったもののリストがこちら。ブラッドレー歩兵戦闘車や装甲兵輸送車、防空用ミサイル、対戦車用ミサイル、アイマース用の弾薬、各種砲弾、細々とした弾薬類の補充や装備品などが含まれています。ただし、長射程空対地ミサイルジャダムについては含まれてはいません。また、ハイマース用の長射程ミサイルエイタクムス、こちらのロシア領攻撃の許可は今回は含まれてはいません。この件に関してオースティン国防長官は、たとえ使用制限を解除したとしても、射程圏内にロシア軍の滑空爆弾攻撃をする戦闘機はもはや配置されておらず、たとえ制限解除したとしてもほとんど意味はないだろうと発言を行っています。そしてそのことを思って使用制限規制を続ける理由だとしています。戦いが続く中で歩兵戦闘車ブラッドレーもかなりの数損傷しています。それだけにようやく補充が来たかといった感じで軍事支援のリストに入ったことは良いポイントです。しかし、長射程ミサイルの新たな供与については今回発表されませんでしたし、すでに発表されているエイタクムスミサイルについても使用制限については解除されませんでした。そういった意味ではもう一段踏み込みが欲しい支援の内容だったと言えるでしょう。一方においてロシア側においても他の国からの支援が入っていると報道されています。それはイランから弾道ミサイルの輸出をされたのではないかという話です。射程距離については80から120キロ程度の各種弾道ミサイルだとされており、実際にまだ使用は確認されていません。弾道ミサイルは爆発した後においても残骸が残り、その残っている部品からどこの国で製造されたものか、どの程度のものなのかについて解析が行われます。これまでロシア製以外の弾道ミサイルでは北朝鮮製のものが確認されています。報道の真偽が確かめられるのは実際に物が使われて残骸が発見された時になるでしょう。これまでイランはロシアに対して砲弾と大型の突撃ドローンについての輸出を行ってきました。また、大型のドローンについてはライセンス生産をロシア側に認め、ロシア側での生産も行われています。ただし、作られたシャヘドシリーズについては速度が遅いことから、ウクライナ軍もこれによく対応し、迎撃率は 90% 以上となっています。初期においては迎撃体制が整っていないことからかなりの被害が出ましたが、この件についてはかなり対応ができています。問題なのは弾道ミサイルの方でしょう。やはりスピードが速いといったことは、対応できるミサイルとしてはパトリオットミサイルが足りないのが現状です。そして攻撃と防御においては弾道ミサイルの迎撃は受ける方が明らかにコスト負担が重く、持続性としては非常に問題があります。攻撃地点や補給ルートを断って少しでも攻撃を減少させることが必要となってきます。イランからロシアへの武器輸出が行われている。その見返りとしては物々交換が考えられています。この場合であればイランはロシアのルーブルは別にいらないので、何が欲しがっているかといえばそれは戦闘機です。イランはその昔親米国家でした。今ではちょっと考えられないのですが、イラン軍はアメリカ製の戦闘機で武装していたのです。しかしそれはあくまでも革命が起こる前のものであって、現代のものではありません。それに比べればまだロシアの戦闘機の方が良いというのがイランの考え方です。現在、イランからロシアへと渡っている武器輸出というのは、そのような制裁の影響で更新できない兵器の
代替わりと軍事技術の供与といったものを求めているそうです。イランはすでに制裁を受けており、これ以上どう締め上げるかといったのはちょっと難しいでしょう。だからこそ、イランから武器が渡ってくるのであれば、その分だけウクライナ側に使用制限などはかけず、渡した兵器については自由にさせるぐらいのことをアメリカも認めてほしいものです。なお、その他、前回のラムシュタイン会合についての解説で漏れていた話としては、スペインが対空ミサイル改良砲空の提供を発表。ドイツについては、レオパルト2ではなくレオパルト1の回収77両の作業が進んでおり、ウクライナへと順次引き渡すことを発表していました。ドイツは他の国よりも確実に大型兵器の供与を進めているのですが、相変わらず他の国に比べて報道されることもなく、ちょっとした不遇な軍事支援となっています。続いてクルスク戦役。スジャ周辺における戦いでは、ロシア軍の攻撃を撃退し、現地司令部については今のところ安泰なようです。一方において、矢印をつけたコレノボ周辺においては、ロシア軍の反撃もあり、戦闘が激化しているそうです。また、セーム川をめぐる戦いにおいても、継続的な橋を架ける壊すの攻防戦が続いているようです。ウクライナから新たな映像が公開されていました。ロシア軍が浮き橋を架けて、そこを車両を通していたのですが、ウクライナ軍の攻撃が炸裂し、補給ルートはまたも寸断されています。橋を架けた場合、衛星写真からもわかりますから、橋を架けて物資を渡すといったことを、その都度行うにも不十分なものでしょう。この地域におけるロシア軍、セーム川南部においては、徐々に戦闘能力は減少していくものとみられます。次に、ウクライナ東部戦線、最大の激戦地となっているポクロウシク戦役について、戦争研究所の発表している戦況マップの中で、激しい戦いが起こっているところには、丸が付けられています。ポクロウシク戦役においては、ほぼ全戦域において激しい戦闘が繰り返し起こっていることが示されています。前回の動画において、ウクライナ軍の援軍がこの地に到着し、戦線の安定化が図られていることを解説しました。その後、どれほどの兵力が集まったかについて、アメリカの報道によれば、到着した兵力は4つから5つの旅団で、旅団の規模としてはおよそ2000数千人といったところでしょう。ですから8000から1万人程度が援軍として投入されたということです。一部においてはこれは防御戦闘だけではなく、ロシア軍へと反撃も行い、一部奪われたところを取り戻したところもあるようです。ただし注意しなければならないのは、援軍が入った状態であったとしても、ロシア軍の方が投入している兵力は多く、まだまだ油断できる状況ではありません。ウクライナのシルスキー総司令官は、ロシア軍の攻勢は勢いを失ったと評価していますが、これから先もそうであるかは、まだまだ見ていかなければなりません。最後に、トランプ氏の言動についても触れておきましょう。トランプ氏が大統領に就任した暁には、ロシアによるウクライナ侵略、これにすぐにでも終止符を打つという発言をしています。今回アメリカの報道においては、彼の手の内の一つとして、石油価格を大幅に引き下げるような行動を取るといったような話が出ています。1バレル40ドル程度まで下がれば、プーチン大統領は戦時経済を支える資金源を失うために戦争をこれ以上続けることを断念するだろうという考えを示したのです。これまでトランプ氏の発言の中では、石油価格を引き下げることにつながる政策を発表しています。それはアメリカにおけるシェールオイルについてもっともっと開拓を進めて、アメリカ国内の燃料価格を大幅に引き下げ、さらにはそれらについて輸出も行うことで、世界市場全体に対する燃料価格の下落圧力を加えようという話をしています。まず第一にアメリカにおいては、燃料価格が高騰することによる生活圧迫という問題があり、この問題に対する対処として、アメリカにはエネルギー資源が眠っているんだから、これをよく開発し、もっとみんなで使おう。そうすれば、大幅にコスト負担を下げることができ、生活にも余裕ができるではないかといった政策を掲げているのです。ただ、この発言には本当かなと思う部分があります。例えば、石油価格を1バレル40ドル、35ドル、30ドルと下げていくと何が起こるかといえば、シェールオイルの採掘コストを下回る、つまり赤字状態に陥ってしまうがために、果たしてそこまで下げることができるのかといった問題があります。ですから、この話それ自体も一応アメリカでは報道されたのですが、本当にトランプ氏の戦争をこれで終わらせるぞという
考えの、それが全てなのか一部なのかについては、実際に彼が大統領にならないことには確かめようがありません。まあ何にしても、トランプ氏がウクライナに降伏を迫るような内容といったわけではないので、その点については一応前向きに捉えることができるかもしれません。というわけで今回のウクライナ情勢関連のニュース解説はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットを利用してください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。